こんにちは、どえらいもんです。今回は初心者向けマイコン入門ということで、初心者でも扱いやすい ESP32 マイコンの使い方の紹介をしたいと思います。この動画を見れば、LED の点滅や画面表示などの基本的な動作ができるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは早速始めましょう。まず ESP32 マイコンは低価格でありながら、Wi-Fi や Bluetooth も搭載していて、非常に高機能で万能なマイコンです。ESP32 には図のように多くのラインナップがあります。今でも根強い人気の初代 ESP32、USB 機能を搭載した S2、小型化を追求した C3、そして今回の講座で使用するのは、デュアルコア CPU、USB、Bluetooth 5.0 を搭載した高性能な S3 になります。こちらが ESP32S3 を搭載した M5 スタック社の Atom S3 という開発ボードになります。このように初めから小さな小型モニターが付いています。通常 ESP32 マイコンでディスプレイを使用するには、このようにたくさんの配線をする必要がありますが、Atom S3 は初めからディスプレイが搭載されているので、初心者でも扱いやすい開発ボードとなっています。それでは早速この Atom S3 を使って開発していきましょう。まずはじめに、ESP32 マイコンに書き込むプログラムを作成したり、書き込んだりするアプリが必要になります。そのアプリは RV の IDE というもので、概要欄にダウンロード先など情報を載せておりますので、そちらを参考にインストールしてみてください。インストールが完了したら RV の IDE を起動し、Atom S3 が使えるようにセットアップします。ツール、ライブラリを管理、M5 Atom S3 で検索、インストール。同様に、ファストレド、M5 ニフィエド、M5、ユニファイド、と検索し、それぞれインストール。これで開発環境は完成です。それではプログラムを書いていきましょう。こちらが画面にハローと文字を表示させるプログラムになります。最初の行は Atom S3 用のライブラリを使用する宣言です。セットアップは起動時に一度だけ読まれる命令です。Atom S3 を起動する宣言をし、表示するテキストは白色に設定。文字サイズは3。表示文字を貼ろうとしています。それでは Atom S3 にプログラムを書き込んでみましょう。パソコンに USB ケーブルで Atom S3 を接続します。ツール、ボード M5 Atom S3、M5 スタック、M5 Atom S3 を選択します。また、ツール、ボードコム3、ESP32 ファミリーデバイスを選択します。書き込みボタンを押します。書き込みには数分かかる場合があります。特に初めて書き込むときは長くかかる傾向があります。100% になったら、書き込み完了です。Atom S3 に Type-C 電源を接続し、ハローの文字が表示されたら成功です。次に、LED を点滅させてみましょう。こちらが LED を1秒間隔で点滅させるプログラムです。ここで G5 端子を出力に設定しています。ループは以下プログラムを無限にループして実行します。G5 端子をハイにしてオンにし、1秒間待機。G5 端子をローにしてオフとし、1秒間待機、という動作を無限ループします。入力できたら書き込んでみましょう。LED のプラス側は少し長くなっています。こちらに 1kΩ の抵抗を巻き付けます。抵抗の端を G5 端子へ。LED のマイナスをグランド端子へ接続します。Atom S3 に Type-C 電源を接続し、LED が1秒間隔で点滅してくれたら成功です。
いかがだったでしょうか？今回の内容が少しでも参考になれば嬉しいです。今後はミニ講座も定期的にアップしていきますので、チャンネル登録、高評価で応援していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。